こんにちは、ウォッチミックスです。今回はこのデザイン、このスペックで3万円台なのって驚くほどコスパの高い腕時計5本をご紹介していこうと思います。最近になって腕時計にね、興味が出てきたっていう方も多いとは思うんですが、時計雑誌だったり、あとはネット記事であれこれとチェックしてみても、高級時計のね、情報ばかりってことないですか？そうなんですよね。お手頃価格の腕時計の情報って意外と少なくて、私も素敵な腕時計なのに知らない人が多そうで、もったいないなって思うこともね、よくあるんですよね。なので今回は3万円台の腕時計で、元時計屋の私がドレスからミリタリーまで幅広く5本厳選してみたので、よろしければ時計選びの参考にしてみてください。まず1本目ご紹介するのはこちらですね。セイコーのセイコーセレクションより SB-TH011 3800円の1本をご紹介します。スタイル見ていただいていかがでしょうか？いかにもね、普通の腕時計、そんな感じありますよね。デザインとしてはセイコーらしい正統派のスタンダードウォッチってスタイルになっていて、つける人の年代を選ばない、そんなね、腕時計に仕上がっているのがいいところだと思います。今メインの腕時計を探していて、かしこまったビジネスシーンで自信を持ってつけれる腕時計、それが第一条件っていう方だったら、このモデルかなりね、満足度高いかとは思います。簡単にデザイン解説しておきます。ケース形状は非常にね、スマートなケース形状になっていて、ドレス感しっかりありますね。文字盤においては自分針、針の形状は王道のドルフィン針になっていて、それにデイデイとカレンダーも入っていて、実用性すごく高そうですよね。どこかデザインにね、アクセントをつけるとか、何かデザインを強調する、そういったところがなくて、非常にね、好印象な仕上がりになっています。また小ぶりなサイズ感合わさっていて、時計マニアな目線で見ても、いや、素晴らしいバランスにね、仕上がっていると思います。この腕時計、このね、モデルを洋服に例えてみると、オーソドックスなネイビーのジャケットみたいな、そんなね、腕時計になっていて、トレンド関係なく、あとはつける人の年代関係なく、いつでもどこでも使える腕時計、そんなね、感じがありますね。多分なんですけど、セイコーのラインナップの中でもロングセラーになる、そんな一本になっているかと思います。簡単にスペックご紹介しておきます。ムーブメントは電池式のクォーツとなっていて、電池の寿命は約3年となっています。機械式時計の腕時計と比べると味わいっていう部分は少ないんですが、時刻調整など頻繁にしなくていいので、あまりね、メンテナンスにあれこれ言いたくないっていう方だったら使いやすさ感じていただけると思います。そしてケースサイズ、いいですね。小ぶりな 37.4mm となっています。このサイズであればワイシャツの袖口にもスッと収まってくれる。あとはジャケットの袖口からこの時計がちらっと見えたとしても、手首にね、収まりが良くて上品上質に見せてくれる。いや、大人世代にはね、嬉しいサイズとなってます。そしてガラス素材は安心のサファイアガラス入っています。いや、ここめちゃくちゃ嬉しいですね。サファイアガラスっていうのは非常に硬いガラスになっていて、普段使いしていてまず傷が入るっていうことがないので、安心して使えるのがいいところ。そして防水性能は日常生活用強化防水、10気圧防水となっています。10気圧防水っていうのは時計本体を水の中にね、ザブッとつけてしまっても大丈夫なぐらい頼もしい防水スペックになっているので、普段の汗だったり雨っていうのはもちろんなんですが、突然のゲリラ豪雨あった時でも安心して使えるので、やっぱりね、ここが嬉しいところですよね。このモデルはデザインだけではなくて、スペックもね、至って普通なんですが、ガラスがサファイアガラスだったり、防水も10気圧防水と、抑えるところはしっかりとね、抑えてやって、普段使いしていて、まずね、不満出ることはないと思います。元時計屋の目線で見ても、いや、このデザインにこのスペックだったら、いや、人気がね、出ると思います。今ビジネスシーンをね、中心としてつける、そんな腕時計、シンプルな大人の腕時計を探しているという方に一押しの一本になります。そして2本目なんですが、いや、もうドレスウォッチ持っているので、もう少しカジュアルなスポーティーさをね、感じさせるような腕時計の方がいいっていう方も増えていると思うので、2本目はスポーティーさを感じさせる1本ご紹介します。2本目にご紹介するのはシズンのシズンコレクションより VO の 106771F3800 円の1本をご紹介します。まずスタイル見ていただいていかがでしょうか？このね、男の子の好きそうなメカメカしいクロノグラフ。いやね、かっこいいですよね。個人的にもね、クロノグラフ大好きなんですよね。今はビジネスシーンでもジャケパンスタイルなど、ちょっとね、カジュアルな服装でも全然 OK っていう方、増えていますよね。だったら腕時計もね、真面目な、いかにもビジネスですっていう、そんな腕時計よりかは、ほんの少しね、カジュアルな方がやっぱりいいよねっていう方、
増えているんじゃないでしょうか。そんな方だったらこのクロノグラフ刺さるんじゃないかなと思います。簡単にデザイン解説しておくと、このモデルの面白いっていうのは、デザインが、腕時計のねデザインがクロノグラフとダイバーズウォッチをミックスさせてあるところなんですよね。文字盤内見てみると、いわゆるね多軸クロノグラフのスタイルになってるんですが、このベゼルの部分ですね、文字盤の縁の部分っていうのがダイバーズウォッチを想像させるような10、20、30というこのね3つマーカーの入った回転ベゼルになってるんですよね。このスタイルっていうのが絶妙で、クロノグラフのそのツール感と、あとはダイバーズウォッチの躍動感、このね2つを楽しめるスタイルになっているのが、めちゃくちゃうまいと思います。一般的なそのクロノグラフって言われる腕時計よりかは、やっぱりね軽快な感じがあって独特の存在感ありますね。このモデルだったらオンオフともにめちゃくちゃ使いやすいんじゃないかなと思います。このね腕時計、3800円安すぎるし、しかもデザインかっこよくて、これでいいんじゃないっていうね、そんな言葉が自然に出てきそうな一本ですね。すごくね使いやすいと思います。簡単にスペックご紹介しておきます。ムーブメントは光発電エコドライブですね。いわゆるソーラー時計になっていて、定期的な電池交換必要としないので、先ほども言ったんですけど、腕時計のことはね好きなんだけど、オーバーホールとかメンテナンスあれこれ言いたくないなっていう方だったら、非常に使いやすさ感じていただけるかとは思います。そして横幅は程よい大きさ 40.6mm ですね。クロノグラフだったりダイバーズウォッチと考えると、やや小ぶりなサイズになっていることもあって、今のねこのカジュアルな時代だったらジャケパンスタイル合わせていただいても使いやすい、そんなねサイズになっているかとは思います。そして一つだけ気になるところはガラスですね。クリスタルガラスになっています。いわゆる強化ガラスなんですが、やはり5年10年使っていくと多少のね擦り傷は入っていくかとは思います。ここがサファイアガラスだったら最高かなというところですかね。そして防水性能は10気圧防水になっているので、このモデルも水関係は安心して使っていただけるようになっています。スペック的には本当にねバランスよくまとまっていて、欲を言えばガラスがねサファイアガラスだったら最高だなっていうところあるんですが、3800円のメーカー希望小売価格なんですが、ネットショップ見てみたら実売価格2万円ちょっとぐらいで購入可能だったので、それだったらクリスタルガラクスでも満足感高いんじゃないかなと思います。今探している腕時計がビジネスからプライベートまで自信を持って楽しめる、そんなスタイルの腕時計探してるんだよねという方だったら、このモデルめちゃくちゃ刺さるかとは思います。クロノグラフのスタイルの腕時計でほんの少しダイバーズウォッチのテイストが入っていて、今時のこのカジュアルな時代、こういった時代には最高のね相棒になってくれるんじゃないかなと思います。なかなかかっこいいですよね。そして3本目なんですが、根強い人気のあるミリタリー系のデザインの1本をご紹介しようと思います。3本目にご紹介するのはオリエントからスポーツシリーズの1本ですね。35,200円のモデルご紹介します。まずスタイル見ていただいていかがでしょうか。このねデザインっていうのかスタイル、渋いところありますよね。もうめちゃくちゃかっこいいと思うんですけど、いくつになっても冒険したい、そんな大人の方におすすめな1本で、デザインとしてはクラシカルなパイロットウォッチをオマージュしたそのねスタイルがもう本当にね素敵だと思います。またねこの12時位置に入っているオリエントのこの無国籍な感じの古めかしいロゴ、これもねこの腕時計にすごくね合ってると思います。簡単にデザインを解説しておくと、時計自体のデザインっていうのは昔のパイロットウォッチをオマージュしてあって、分かりやすいのはこの部分ですね。12時位置に三角マーカーっていうのが入っていて、パッと手元を見た時に12時6時、このね垂直っていうのが分かるようになっていて、どんな姿勢でも時刻をね読み取りやすい、そんなデザインになっているのがいいところ。そしてインデックスにも癖があって、外側はミニッツマーカー、分のねマーカーになっていて、内側が時間のマーカーになっています。そうすることによって何時何分、基本的には飛行機乗っている方は時間の経過っていうのはあまりね気にせずに、分の経過の方が大事なので、外側が分の刻みになってますね。こういったところも独特のオーラっていうのか、本格的なツール、そういったところが見え隠れして、なかなか趣味感高いですよね。ただこのモデルにおいては、カジュアルに見える腕時計なので、かしこまったビジネスシーン、そういったところにはねちょっと向かないかとは思うんですが、もう職場ではカジュアルな服装でいいんだよねっていう方だったら、このパイロットウォッチをメインの腕時計としてねさらっと楽しむのもありじゃないかなと思います。
またね、このモデル後でもご紹介するんですが、クラシカルなパイロットスタイル、それだけではなくて味わいのある機械式の腕時計っていうところもつけていてね、気分上がるところじゃないでしょうか。いや、かっこいいと思います。簡単にスペックご紹介しておきます。ムーブメントは機械式自動巻きですね。いわゆるゼンマイ式の腕時計になっています。キャリバーは F の6722が搭載されていて、精度自体はそこまではね高くないんですが、味わいのある秒針の動き、チキチキチキっていうね秒針の動きを楽しむんだったら必要十分ですね。そしてサイズなんですが、やや大きめ 42.4 ミリですね。パイロットウォッチと考えると、人気があるところ IWC のパイロットウォッチも 43mm っていうのが長くね続いていたので、サイズに関してパイロットウォッチのデザインと考えると大きいっていうわけではないんですが、やっぱり今はねスポーツウォッチ、ダイバーズウォッチでも 40mm を切るようなそんな腕時計がトレンドとなりつつあるので、ちょっとサイズが気になるなっていう方だったら時計店でね一度試着してみるのがいいと思います。そしてガラスは無機ガラスですね。普通のガラスになるので、やはり5年10年使っていくとガラスにね多少傷が入っていくかと思います。そして防水は日常生活用強化防水、10気圧防水ですね。このモデルも水関係は安心して使っていただけます。いや、このモデル、この価格なのに35,200円なのに、スタイルがクラシカルなパイロットウォッチオマージュしてあってかっこいいし、なおかつ味わいのあるメカニカルムーブメント搭載、それだけでもめちゃくちゃ満足感高いと思います。まさにね本格的ツール、そんな感じがあってつけていてテンション上がると思います。ただサイズに関してはすごくね大きな腕時計っていうわけじゃないんですよね。ダイバーズウォッチでも今 42mm ぐらいのもの、多数あるので大きいっていうわけじゃないんですけど、デザイン的に実寸より迫力感じる。ベゼルがねスリムベゼルって細いベゼルになっているので、文字盤が縁まで見えるんですよね。そうすることによって時計自体実寸よりねちょっとね大きさ感じると思うので、そこが気になるっていう方は時計店で一度試着してみるのがいいと思います。いや、ただねこのメカニカルのパイロットウォッチハマる人はハマると思います。いや、かっこいいですよね。いや、この時計35,200円、いやね、なかなかないですよね。そして4本目なんですが、いや実はね G-SHOCK 昔から興味あるんだけど、やっぱり大人世代としてはなかなか買いづらいので買ったことないんだよねって方もいらっしゃると思うので、4本目は G-SHOCK からおすすめを1本ご紹介しようと思います。4本目にご紹介するのはカシオの G-SHOCK より5000シリーズの1本 DW5000R1AJF 33,000円のモデルご紹介します。スタイル見ていただいていかがでしょうか。見た感じっていうのはオーソドックスな G-SHOCK、どこにでもあるような G-SHOCK、そんな感じに見えると思うんですけど、それがねいいんですよね。ツールとして考えると G-SHOCK っていうのはこのスタイルが正解、そんなね言い方をしてもいいと思うんですけど、オーラがあって大人世代の方には刺さる、そんなね一本ですよね。私もねこのスタイルの G-SHOCK 大好きなんですよね。簡単に解説すると、このモデルこちらにもあるんですが、初代 G-SHOCK の復刻モデルとなっています。デザインだったりスタイルを復刻しただけではなくて、見た感じ他のモデルとあまり変わらないと思うんですけど、人から見えないところがね全然違うんですよね。それがこの部分ですね。カシオではモジュールっていうんですが、中のケースの部分がメタルケースになっていたり、あとはそれだけではなくて裏蓋がスクリューバッグになっていたりと、人からは全く見えないところにロマンっていうのかこだわり感詰まってるんですよね。やっぱりこの腕時計、人からねパッと見た時に、いや普通の G-SHOCK でしょって、それしか見えないんですけど、それでいいんですよね。自分の心の中で、いや実はねちょっと違うんだけどねみたいな感じでにやりと楽しめる、そんなね大人の G-SHOCK に仕上がっているのが、いや楽しいなって思うところですよね。それだけではなくて、このモデルは山形のカシオ工場で作られていたり、やっぱりね長く愛用したいな、自分の相棒にしたいなっていうところ詰まってますよね。いやいいと思います。簡単にスペックですねご紹介しておきます。ムーブメントはクォーツのデジタルタイプですね。電池寿命は約5年となっています。一番ベーシックなムーブメントが入っていると思っていただいて結構です。そしてケースサイズは 42.3mm ですね。G-SHOCK の中ではやや小ぶりなサイズになっているので、大人世代の方、40代50代60代の方つけていただいても使いやすいなと思っていただける、そんなねサイズになっているかとは思います。そしてガラスは無機ガラスですね。やはり5年10年使っていくと擦り傷多少はね入っていくかとは思います。そして防水は20気圧防水となっています。
やもう非常にね頼もしい防水スペックなので、キャンプだったりバーベキューだったり川辺でね水をバシャバシャかけ合いながら遊ぶ、そういったシーンでも安心して使っていただける嬉しいスペックになってますね。スペック的にはもう至って普通の G-SHOCK、もうベーシックな G-SHOCK っていうところになってますね。最近の G-SHOCK、ソーラーのねタイプっていうのが多いので、電池交換が必要っていうところがちょっとね面倒って感じる方いるかもしれないですね。でもいつもね夏になってガンガン使える腕時計探してるんだけど、これといった腕時計見つからなかった、あとはね G-SHOCK 買おうと思うんだけどどうしてもちょっと今までね手が出なかったっていう方だったら、このモデル DW の 5000R1AJF 手に入れていただいて、もうねガシガシ使っていただくのがいいと思います。スタイルっていうのはもう普通なんですけど、ワクワク感最高だと思います。まさかねこの時代にスクリューバックの G-SHOCK、 しかもね新品で買えるなんて、いやー嬉しいですよね。もう大人世代にはおすすめの一本になります。そして最後なんですが、やっぱり腕時計買うんだったら海外ブランドも気になるっていう方多いと思うので、最後は海外ブランドから一本ご紹介しようと思います。最後にご紹介するのはアメリカの時計ブランドタイメックスから M の79オートマティックブラックベゼル 38,500 円の1本をご紹介します。まずスタイル見ていただいていかがでしょうか。スタイル自体はオーソドックスなダイバーズウォッチ、そんなところなんですけど、なんとなくゴールド色がね目に入ってきて、渋い親父な感じ伝わってこないですか。いやなかなかねかっこいいと思うんですよね。クラシカルなダイバーズスタイルにブラウンの文字盤、それにね差し色のローズゴールド入っていて、なかなか雰囲気っていうのか色気のある、そんなねスタイルに仕上がっていると思います。顔に深いねシワが入ってきて、髪の毛にも白いものが混じってきた、そんなね親父がさらっとつけていると、いやめちゃくちゃねかっこよさそうだなって、そんな思う一本ですね。デザイン的にはタイメックスの、人気モデルですね、旧タイメックスと同じようなスタイルにはなってるんですが、このモデルはクォーツではなくて、なんとメカニカルムーブメント搭載なんですよね。嬉しいですよね。タイメックスの腕時計のそのいい意味でのチープさと味わいのあるメカニカルムーブメント、このね絶妙なバランスっていうのがつけていてね面白いかと思います。ちょっとどこか違う、そんなところがあって、こだわり感を楽しみたいっていう大人世代の方におすすめの一本になります。ビジネスシーンでグランド成功とか、ビシッとねつけている方がたまにこのタイメックスつけていると、あれそんな一面あったのみたいな感じで見えて、ちょっとね手軽にイメチェンを楽しめる、そんなね腕時計として選ぶっていうのもありじゃないかなと思います。この旧タイメックス M の79にはどこかチープなんだけど、それがねいい味わいになってるんですよね。なかなか、魅力的な一本だと思います。簡単にスペックご紹介しておきます。ムーブメントは自動巻き機械式ですね。ミオタ製のメカニカルムーブメントが搭載されています。ケース幅は程よい大きさ 40mm となっていて、風防、ガラスですね、アクリル風防になっているので、やっぱり経年変化で多少傷が入っていくかとは思います。そして防水は5気圧防水ですね。5気圧防水はあまりね強いとは言えない防水スペックになっているので、普段の雨とか汗っていうのは全然ね大丈夫なんですが、ゲリラ豪雨とか台風とか、傘を差していても手元にね水がバシャバシャかかるような、そんなシーンは、メカニカルの腕時計っていうこともあるので、手から時計を外してポケットに入れておく、そんなねケアをした方が長く使えるかとは思います。スペックに関して言うと、至って普通なところあるんですけど、一つだけ知っていてほしいのは、ガラスですね、風防ですね、アクリル風防になっています。プラ風防とも言うんですが、このアクリル製の風防っていうのは普通に使っていても細かなね擦り傷意外とね入っていきやすいんですよね。なので多分ね初めてアクリル風防に傷が入ったのを見ると、ちょっとショックだなって思う方いるかと思うんですが、それも味わいの一つとして楽しんでいただけるのがいいんじゃないかなと思います。またね大きなね傷が入った時は一応磨いてきれいにねすることも可能にはなっているので、そこまで心配はしなくてもいいのかなと思います。クラシカルなスタイルにほんの少し大人の色気を感じさせるローズゴールドの差し色入っていて、渋い大人に楽しんでほしい、そんな一本に仕上がっていると思います。ちょっと色気を感じる腕時計、手頃な価格の腕時計手に入れたいな、楽しみたいなという方はぜひ一度チェックしてみてください。いかがだったでしょうか。今回はもうこれで3万円なのっていう、そんな驚きの5本をご紹介させていただきました。
何かドキッとするような腕時計に出会えれば幸いです。最後までご覧いただきありがとうございます。これからも素敵な腕時計や時計関連の情報をご紹介しますので、よろしければチャンネル登録と高評価をお願いいたします。